白川隆二先生の合気道を学ぶのは国際松濤館総本部指導員の金沢日和さん。武道家として成長するためにさまざまな武術に出稽古しています。今日のテーマは合気道の足運び、そして体さばき。先生の足をもう一度見せていただいていいですか。ほらだってこうなってる。あ、そうですね。これぐらい。ちょっと柔らかく。こう外側に向けてる意味。はい、次の攻撃ができるんですよね。蹴り出すとしても、はい、ここからこう蹴るよりも、はい、この方が蹴りやすいですよ。だから通る線があるから。道を開けといてあげるっていう感覚です。道を開ける感覚。あとは真ん中に、その後真ん中にパッと引く時でも、はい、こうやっておくとよりも自分のここに真ん中に入りやすいから全部足を。なるほど。普通に立つ時にもその字立ちといって、はい、ちょっとやると実は体が安定すると言ってます。まっすぐだと結構緊張感が走るんですけど、ちょっと曲げるとその字立ちで重心がスッと下に落とす。それが相手の特に圧がかかった場合には、はい、こうやった方が安定が。左には悪いんですけど左には悪いんですけど、でもものすごい安定感があります。ちょっとこれは新しい発見です。はい、それはこう向いてたとは、はい、そうなんですよね。まあ、やりすぎたら膝に負担かかるんですけど、例えば、はい、立ってみるのがあると思うんですけど、まっすぐ立ってもらって、はい、こうする。はい、でそれを今度ちょっとその字になっていってそう落ち着きません気持ちとか、あと重心全然感覚違う。そうあとコースちょっとコース出していいですか。こうですか。そしたらめちゃめちゃ安定するんです。例えば剣とかもさらに剣とか持ってたらすぐ分かる。なんだろう、不思議だ。こう持ってた。最初はこうでちょっとその状態にすると、そう安定感全然違いますよね。違います。こうよりそうこうだと前後もしやすいんですけど、ここに下に落ちるんですよね。その人たちはそう本当だ。ストンって感じですね。なぜかっていうとこっちに見てると、はい、膝がストンってなっちゃうんですよ。はい。だけどこっちにすると正中線の方にここの真ん中の方にストンって。全然違う。なるほど。ちょっと発見嬉しい発見をしました。まあ、常にその字立ちが正しいわけでもないですけど、一応、はい、こう重心安定させたいときはやっぱりこうやる。ただ弱点としては居つきやすいですよね。はい。なるほど。はい。これこそメイトデメイト使い分け。ですね。なるほど。こう自分が止まってなきゃいけないってやったらこうやってた方が絶対違いますよ。こう構えられるより、こうやったら沈み込みがあって重みがあります。はい。なんか立ち方ですね。なんですか、足首を外にグイって曲げて立つ立ち方。その字立ちっておっしゃってましたね。あれは空手の稽古では稽古しないですし、空手の型の中にも入ってこない立ち方だったので、初耳でしたけど、確かに先生がおっしゃっている通り安定感があるのと、こう相手を例えば取って引き込む時にこうストンと重心が自分のなんていうんですか、真下にストンと落ちている安定感があるので、すごく引き込みやすいなっていうのは感じましたね。あれはなんか相手を掴むっていう取るっていうことを前提に考えたらすごい安定するのかもしれませんね。はい。ただ先生もおっしゃってた通り居つきやすいっていうのと膝に悪いっていうふうにもおっしゃっていて、確かになんでしょう、立ち方が、私たちがやってる空手松濤館広くて、基本つま先の向きと膝の向きは合ってる状態、同じ向きを向いてる状態なんですけど、その字立ちは狭い上につま先外に向いてるので膝がちょっと、ついてこなくて、なかなか先生のようにあんなに大きく開けなかったんですけど、あれはやっ
てればできるようになる、柔軟性も関係しているのかなというふうに思いました。そう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 。はい。こう取ったら、はい、今日練習したちょっとさばいて、そしたら今日練習したこう肘のにつながります。あれを使うときはっていうのを覚えてない。はい。そう。入った。そしてギュッとしたらこっちに持ち替えて肘を当てて、そう。持ち替えが入る。持ち替え入る。なるほど。そう。そう。内側にこう落としたりでも外と内の幅きれいにそうこれが大事。そういや、これはこう向かないわ。意識してても正面で練習しても面白いですよね。こう同じ向きに同じ向きしてみますか。はい。面白いです。よく立ってられるなっていうような形に見えてる。それぐらいやらないとあいつと同じ向きは向けないですよ。進行方向。そんな形で立ったことないな。離れればこういうのやらないとこういうのやればいいんですけど、でもこの距離感が怖い。はい。これぐらい。うわ、近い。稽古法として右足まで。でもほら自然となるじゃないですか。なりますよね。立ちってどうしてます？構えですか？こうまっすぐ右が。そういう感じです。そしたらじゃあそこからいいですね。そう。はい。もう一回お願いします。できました。でもそれが釣りぐらいですよね。急にできた。なるほど。逆もありますか？左側も。おお、怖い。逆普段やらないと。こっち怖いですね。回っちゃってるからかですか。ただに動作つらくなったら一歩入って見てくるだけ。はい。すいません。左前か。そう。でもいいです。ちょっとぶつかるぐらいの勢いがいいですよ。ちょっとぶつかる。そう。おお。その練習したら慣れてきたら多分式とかでも同じようにこう入って同じですよね。で右だったらこういう同じ空手だったらこれバーンってやりそうですよね。できちゃいますね。はあ、なるほど。相手と同じ向きになるっていう発想がなかなかなくて、それは選択肢の一つで対差向き練習ですよね。もちろんこっちを向いた方がいいんですけど、こっち向いても違う技もできるので、いろんな対差が体のしにくく。これも OK ですね。はい。
と簡単なスコッチあの方が早いですよ。そのまま。はい、そうです。展開なるほど。そうそうそう。はい。こっちと同じ向きやったらここからヒュッいけるし、どうできます。はい。投げていただいていいですか。はい。じゃあちょっと投げいきますよ。はい。同じ方向向く方向はい。本当できたバーンと入ってから。僕だとこういう感はい。投げはそう本当はおまけで、そうなんです。本当はその打撃がはい。でもそれは同じ方向だったら今もできますね。はい。でもこちらとしても相手がいなくなるからそう。情報もらえない。まあ側面に入れば最高ですもんね。はい。なかなか側面に入れないですけども、練習法としては同じ方向。あとは何するか基準なんですけど、まあ、何だったらこう足運びの練習、こっちやるのか、こう入りながら、まっすぐ入るのか、まっすぐ入りながら抜きのか。やってみますね。はい、お願いします。甘いな入りが。逆にやってみましょう。できんじゃんな。あればいいです。もうこれだけで気持ちいつもと違う体さばき、はい大きく動くことで小さく動けること両方できるんですよね。小さいやつだけやってたら大きく動けないんで、そうおっしゃる通りです。あえて大きい動きで置いたの実際はちょっと足首軽いぐらいでいいんですけど、はい、練習は絶対大きく動いた方がいいおっです。しゃる通りです。消灯管の空手自体そういった考あ、えそれで、で技を大きくできれば、はい、小さくもできるよねっていうスタンスで大きい技を常に稽古してるっていうのもそれ大事なんですよ。あるので、いきなり小さい動きやってる人が大きい動きができないんですよ。はい、でも逆はできるんですよ。大きい動きやってる人は練習すれば小さい動きが可能、もっと簡単なので。大きい動きで体作りにもなるし、筋力作りにもなるし、はい、体さばきに練習なので。はい、その通りですね。打ち込みに合わせてくるっと体を回転させて相手の横にピタッとついてはい、手を取るみたいな、あれはどうでした？あれはさばきした瞬間に相手と同じ向きをいきなり向くっていうのってあまり私も稽古ではしていなくって、技かけた後に相手と同じ方向を向くっていうのはあるんですけど、あれ一瞬で真横、しかも先生なんか相手にピタッとくっつくように入っていってたので、そこがすごいなと思いましたし、相手の力がこっちに流れていってる、で自分も同じ方向を向けば自分も前に対して技をかけるというかパワーを伝えれば相手が崩れるっていうのはすごくいい、なんていうんですか、ポジションだなっていうのは思いました。もうちょっとした社交ダンスみたいに見えますよね。はい、ピタッてそうですね。手を組んで同じ方向に行くっていう、ピタッとくっついてらっしゃったので、しかもその字立ちですごいなと思って。ただやっぱ左右差がありました。私は、左足前で、入ってた時はすごいやりやすかったんですけど、右足前で入った時になんだろう、反応が遅れるのか安定感がない感じがして、やっぱ左右差っていうのはないように稽古しなきゃなっていうふうに思いましたね。やっぱりでも白川先生って改めて見るとすごいですよね。足で変な立ち方であんな
あんなにスムーズにピタッとくっつくっていうのは、いやただもんじゃないですよね。足を実際見たら足の指、親指と人差し指の間にもう一本入るぐらい隙間があって、それ開いて結構はい、心の中でずっと驚いてたんですけど心の中で、はい袴を分かりやすく上げて説明してくださった時に足も見えたんですけど、やっぱしっかり足の先まで使っている方の足の形をしてた。空手の技の中にも受けてかけて取って引っ張り込むっていう引き込むっていう動きがあるので、そういう型の動き、型の正しい立ち方では入ってこないんですけど、応用とか分解とかでその字立ちを使って引き込むことってできるなというふうに思って、すごく勉強になりました。それ以来その字立ちを毎日練習してはいますって何？でも電車でその字立ち電車でやってます。電車でその字立ち電車でやってみました。電車やっぱ揺れるので、なんかたまに三鎮立ちやってみたりしてるんですけど、バレないように、バレてるかちょっとやってみました。やっぱでも安定はすると思いますね。皆さんも電車でその字立ちをやってみてください。伝統空手道国際商東館の金沢日和さん、組手と形の両方で世界チャンピオンになったこともある超本格派。おじいさんは空手界のレジェンド金沢博和先生、お父さんは国際商東館の館長金沢信明先生という空手家系の3代目です。実際の体験映像とアフタートーク、本格派の空手家ならではの感想がとっても良かったですね。次回も日和エクスプレスお楽しみに。国際商東館の YouTube チャンネルでは空手家金沢日和さんの活躍もたっぷり見れますよ。ぜひ登録してみてください。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。